違和感。雨の日も楽しんでいただきたい。確かに萌えを超えてますね。超えてます。萌え袖を超えてますよ。これまた初めてですよ、私。本当すごいね。自分の目をすごい信じてるのがいいなと思った。はい、こんにちは、シトーレイです。今日は、京都特集第2弾ですよね。で、ここはなんて言えばいいんでしょう、場所。すごく硬くなってるじゃないの。めっちゃ硬い。今なんかまるでこの子のようになっておりましたよ。びっくりした。リラックスしてもらって大丈夫、落ち着いてやってください。ここはですね、インスタグラムで京都のおすすめを聞いた時に上がってきたお店で601っていうんですけれども、レディースメインですかね、セレクトショップ。メインはそうです。はい。ご夫婦でやられているということなんですけれども、ここ何年くらい経ってるの？ついこの前で2周年迎えました。名前が601なんですけども、はい、実はここ3階なんですよ。そうだからなんで601なの？専門学校の時に自分のブランドを作るならっていう宿題があったんですけれども、その当時に住んでた部屋が601号室だったので、もう単純にここで構想を練りましたっていうことで601ってつけたんですけど、それがちょっと私的にしっくりきてて、でそれを今まで引っ張っちゃった。お店の名前にはしちゃおうみたいな。セレクトなんですけど、どういう基準でセレクトとかしてるの？基本的には私たちがドキドキするものを入れている感じです。海外のブランドの方が多いと思います。あと今日スタイリング提案もあるらしいですよ。これは？それはシャトーオーランドっていうブランドです。フランス？ですね、面白いんですけど、デザイナーさんはイギリスの方なんですが、ロンドンとミラノ2拠点でブランドの制作をされています。割と日本で扱ってるお店、うちともう1店舗とかぐらいだと思います。これはそれはですね、アメリカのブランドでコミッションっていう、割とニューカマーな感じのブランド。どうやって見つけるの、こういうのって？割と展示会でもう巡り合わせで突撃して教えてくださいみたいな感じで、事前にちょっとインスタグラムで気になるものあったらもう長文のメールを送りつけて見てみたいぞとみたいな感じで言っております。でもその熱量大事だよね。なんか自分がデザイナーさんだったらそれは嬉しいと思うもん、すごく。なんかこう知ってるブランドだから取り扱うっていうよりも、なんか気になったから見たいですって方が熱量感じません？シャトーローランドが良かった理由は、置こうと思った理由は？シャトーローランドは私もともとそのデザイナーさんを知るきっかけになったのはジノリリチャード・ジノリっていう器、そうなんです、そうなんです。あれでちょっと2シーズンだけそのルーク・エドワード・ホールさんっていう、デザイナーさんが、コラボでお皿を作ってたんですよ。このルーク・エドワード・ホールさんはもともと画家さんなんですけど、生活とアートのなんか境をなくしたいっていうことで、洋服もちょっと始められたっていう経緯が。テイスト的になんかわかる。はい。なんかこれに多分引きずられてると思うんですけど、多分顔にね。そのお顔は旦那さんのお顔をモチーフに描かれてるらしくって、愛犬たちとかそういったものをモチーフにデザインをされることが多いんですけれども、すごく愛のあふれた。これも顔かな？そうですね。それもギリシャ神話の花瓶、お話に出てくる花瓶のモチーフの、ニットになります。へえ、面白い。コンセプトは面白いけど、でもなんか素材ものとしても結構しっかりしてますもんね。そうですね。ちゃんとクオリティもなんかいい感じがします。基本的にヨーロッパ内で生産を全部行うようにはしていると伺っています。なるほどね。ちなみにこのブランドのスタイリングはありますか？明智さんにしていただく。ダイヤレーサーみたいな。いいよ、いいよ。一回ちょっと寝かしましょう。わかりました。ちょっとこのテイストの明智くん見たことないから楽しい。嬉しいです。そう考えて。そしてこれはちょうど今着てる。はい、文川内田さんです。上につけることもできるんですけど、なんか首のところこう腰に巻いたりしても、こういう？はい、それはそれですごい面白く使っていただけます。割とじゃあ汎用性が高いというか、アイディア次第でっていう。はい、本当にアイディア次第で、なんかカバンとかにつけても面白いのかなって最近ちょっと思ってて。確かにそうだね。いけるね。スカート？スカートも。はい。スカートって感じで。こっちもいけるよっていう。いけます。ね、やろうと思えばね。はい。それの色違いを後で着る。はい。思っております。早速いきますか。じゃあ1着目お願いします。はい、着替えました。可愛い。ちなみにこれはどんな感じでしょう。こっちの上はコミッションっていう。さっき言ってたやつだ。そうです。
今期は割とアメリカらしさとははてなみたいな、テーマで作っていらっしゃる、今着てらっしゃるヘンリーネックだったりとか、確かにちょっとザ・アメリカ、はい、アメカジみたいな、そうですそうです、ポロシャツとか、なんかそういうベーシックなアメリカンっぽいものをちょっとアメリカらしさ、自分たちの考えるアメリカらしさがなんか他が思ってるやつとちょっと違うっていうようなものを表してるみたいで、ちょっとねじっと。はい、ちょっと歪みがあるみたいな。歪みがあります。あとお袖がすっごく長くって、萌えを超えてますね。超えてます。萌え袖を超えてますよ。超えてます。巨人兵みたいな。あとそして気になるここですね。ファサファサがなんか隙間とかまでしっかり埋めてくれるので、あんまり中が見えないというか。確か思ったよりも足ちゃんと隠してくれるなっていうのが印象的ですね。でこの面白い靴はカンペールラボ、カンペールさんのエクスクルーシブラインといいますか、セレクトショップに主に置いているようなお靴になります。軽さだったりとか、馴染みやすさっていうのは絶対に残しつつ、デザイン性に結構しっかり振っているような。いやカンペールラボも本当にフミカ内田司会なんですけど、置けるお店少ないからなんか2年にどうしてここまでできるのっていうのが素朴に疑問です。やっぱり長文の手紙ですかね。これも？それもフミカ内田さんですね。ちょっとマーメイドな感じ。はい、そうなんです。ちょっとバイアスっぽい感じで生地を使っていまして、お尻の周りから腰あたりがはくっともう本当にすっごく綺麗なブーンみたいな。はい、へえ。コミッションのそのちょっとした歪み、これの方が分かりやすいんじゃないですかね。ここがちょっと洗いすぎてこうなったみたいな感じになってる。ここもか気持ちって感じなんかいいよね。やりすぎずっていう、はい、このパンツも綺麗そう。それもすっごい綺麗です。そちらもフミカ内田さんなんですけど、フミカさんってすごいテーラードがっつり研究されてる感が溢れてると言いますか、なんかよくここまでオーダーできたんなっていうものがいっぱい詰まってたりとかは。そう、テーラーで3年ほど働いていたらしいですよ。生粋の福オタクなんだなって感じがする。こういう感じか。はい、もうバッチリ、はい、それをトップスとしても使えますし、使い方によってはなんかバッグみたいに持っていただいても面白いんです。どうやって？お、なんかこんな感じで、こういうことですよね。そうなんです。はい。こっちも私初めてです。ネイチャー・オブ・コンフリクト。これはどういうブランドなんですか？これはオーストリアのウィーンで。女性2人でされてるブランドさんでして、片方の女性の方はミュールバウアーっていうハットのブランドがあるんですけれども、そこで今デザイナーをされながら自分のブランドをやり、でもう片方の方は、大学でファッションを教えながらブランドを作って、学校の先生兼デザイナーさん。そうですそうです。面白いね。なんかここがね穴が開いてるの。そうなんです。襟釣りを、そういうなんかちょっと立体的と言いますか、なんか作ってて、なんか匿名性があるけどこのブランドって一発で分かるやつですね。まさにそうなんです。ちょっとチェックも柄が若干レトロっぽいですもんね。なんかもうおっしゃる通りで、生地が全部デッドストックで作られてるんですよ。すごいレトロでも美しい生地を主に集めて作ってらっしゃいます。なんかすごいメールでいつもやり取りしてたりするんですけど、たくさん教えてくれる。すごいじゃあ長文&長文&長文&みたいな。もうどんどん長くなって読めないやつですね。こうスクロールみたいな。そうなんです。自分のスタイリングはどの辺ですかね？ネイチャーズ・オブ・コンフリクトのチュニックなんですけれども、行ってみましょう。お願いします。はい、こんな感じになりました。可愛い。なんか違和感、このなんていうのかな、結構ベーシックっぽく見えるかと思いきや、下になんかナイロン入ってんねみたいな。そうなんです。なんだこれやみたいな。なんか雨の日も楽しんでいただきたいスタイル。確かにシルエット的には結構クラシカルなんだけれども、素材で遊んだみたいな感じですね。そうです。あとこの割れ目があるからこそ足がここのちょっとだけ見えるところ、ちょっとだけ透けますね。そこが良いよね。こちらはフミカ内田さんのちょっと前のシーズンのものにはなるんですけれども、お洋服をかぶせるガーメント、クリーニング屋さんとかについてくるやつですね。そうです。それをそのままお洋服にしてみた時にどうなるかなっていう本当すごい発想しますね。ねえ、博士かな。なんで洋服にできてるんですね、フミカさん。そうだね。靴は？こちらもフミカ内田さんのウォータースリッポンになります。とっても動きやすい。なんかもう室内履きみたいに軽くてふにゃふにゃしてる感じ。そうなんです。ですかね。ポケットがちょっと変わっているんですけど、こういう感じになるかと思うじゃないですか。
と思いきや、これ下で見ると分かるかな、こうなってるんですよ。こういう感じ、手入れる時のね不思議な違和感、あれ突っかかったあるじゃんみたいな、そしてあれですね、どこのブランドか一発で分かるこれですね。そうです。そしてさっきのシャトーローランドの、パジャマみたいな感じというか、でもパジャマなんだけど、このステッチがかわいい、こういうの好き。あ、それはまたさっきのやつか。夫が好きなシリーズ。すごいまとめていってしまいましたけど。実はうちのカーテンも同じ。デューク・エドワード・ホールさんと、カーテンの生地屋さんですねとのコラボの時に作ったものを私が一目惚れして、買ってきちゃいました。開店当初からこれがいいというので、すごいいい、なんか一個一個のこだわりが感じられますね。これも？はい、そちらはコミッション、先ほどのアメリカのブランドですね。だからこのちょっと歪みとか、引き連れみたいのがあったりとか、不思議。またふみかさんシリーズなんですけども、そうです。そちらの方がもっとなんかガーメントっぽい感じかもしれない。確かにプロダクトって感じだよね。私もそれ全く同じものも持ってたんですけど、ほつれてきても破れてきても愛しい。切りっぱなしですもんね。そうなんです。なんかそれさえ楽しめるような服っていうのが本当にふみかさん多くって、ほつれたり汚くなっていく過程もそれはそれ味になりそうな服ですよね。そうなんです。古着屋さん出身だからって感じします。まさに。3体目はどの辺にありますか？3体目もう少し先。近づいてるね。そちらのスカートです。おお、こちらです。すごいなんかこれはコミッションです。すごい下着のようなというか。そうなんです、そうなんです。それもお母様たちが着られてた通勤服、スカートの下に履かれてた。でこれで行ってみたいと思います。はい、こんな感じになりました。面白い。なんか映画に出てくる感じ、60年代70年代くらいちょっとクラシカルな映画に出てくるシルエットな感じしません？秀逸だなって思ったのが、ここプリーツあえてついてるんですよね。それがないと多分本当の下着だなってなるけど、これがあることによってちょっとわざとやってんだなっていうのがちゃんと演出できてるなっていうのはうまいなって思いましたね。上はどうです？上はね、襟がとにかくすごいなって思いました。すごくない？このスーッと立ち上がり。なんか開けていただいても可愛いです。ちょっとこんな感じ？はい、こんな感じ。素敵です。可愛いです。いろんな使い方が実はできるぞと。できます。これはどこのでしたっけ？そちらはですね、イタリアのニットブランドでアトリエソーベンですね。アトリエソーベン。はい。これまた初めてですよ、私。ねえ、本当すごいね。なんで見つけてくるんだっていうのと、自分の目をすごい信じてるのがいいなと思った。靴カンペールさんですね。先ほどのカンペールラボさんの新しいシーズンのものになります。ツーベルトのメリージェーンですごい今結構メリージェーン履いてる方多いかなと思うんですけど、はい、そうなんです。でもカンペールラボがあしらうとこういうちょっと違和感のある。そうなんです。ソールがすごい分厚くってかかとのところもしっかりクッション履いてるんですよ。確かに確かに、でこっちは白ゾーン。はい、白ゾーンです。これはフミカさん？はい、そうです。これもちょっとなんか下着っぽいというかね。そうです。もう本当に下着ですね。下着みたいな。はい。ただでもこの上に着たいとか、いろんな着方はできそうですよね。はい、そうです。T シャツの上に着ていただいてもすごい面白いですし、もうそれ1枚で着て上からバサッと何か羽織っていただいてもすごいかっこよく着ていただいて。いい腹筋を覗かしてほしい。そうですね。腹筋が重要かもしれません。腹筋大丈夫です。ここのね、このハの字みたいなやつね。そうですね。20年代30年代のクラシカルな古い感じの下着の感じがいいですね。こっちもふみかさん？はい、ふみかさんですね。これはこうか。そうです。コルセット。後ろがちょっとフェティッシュな感じですね。はい。結構生地硬いですよね、これね。US アーミー生地といいますか、しっかり海軍の方が使われてたような昔の生地感と同じ織り方をしてて、なんか洗濯とかしていくともうちょっとしっかり柔らかく自分の形になっていくようなものにはなるんですけれども。これは古着？そうです。パリに出張に行くことが年に2回あるんですけれども、その時にちょっとグッときた、古着たちを厳選して入れている感じで。これも？そちらも古着です。そうなんだ。はい、なんか古く見えないんですけれども、もう一応古着で、なんか履いてみると結構タイトっぽいシルエットが、ちょっと昔の感じという
のがわかるかなと思います。一瞬これがあったから、はい、あれふみかさんかなって一瞬思っちゃった。そうですね。もしかしたら私がやっぱりふみかさん好きすぎたっていうのはあるかもしれない。頭の中にちょっとあったのかもしれない。あったかもしれませんね。はい。そしてここら辺がトップスゾーンですかね。まあ何が気になるかってこれなんですけどね。こちらもふみか内田さんのトップスです。編み地をあえて表に出しててすっごいビュービュー伸びちゃうんで。あ、本当だ本当だ。肩もジャストポイントで着てもらってもいいですし、あえてグッと広げて、こういうワンショルとか肩出して、そうですワンショルオフショルで着ていただいてもとってもかっこよく可愛く着ていただけます。実はブルーのスカートもその同じ生地であったんですけど、それはもうチャレンジャーがいらっしゃいました。おお会ってみたい仲良くなりそうこういう風にできそうで、あとクッションも面白いのがたくさんあるということで、生地の切り取り方がそれぞれ後ろと表違って、これ何の形って言えばいいんですか？これはシェルですね。貝殻。はい、そちらはハンドモチーフで。もしかしてネイルがギャルの手、ギャルの指です。ちょっと待って。でもなんかここに置いてあった時にはすごいなんかフィットするんですよ。生地はデッドストックのものだったり、バックハウゼン社っていうウィーンの王室御用達で、つい2年ほど前まであった、生地屋さんがあったんですけど、そこのデッドストックを使っていたりですとか、あちらの、フラワーモチーフのもの、はい、こちらはですねアンディ・ウォーホールの、ポピーをイメージして作られた、お花のクッションで、はい、ラフ・シモンズさんが監修されているデンマークのクバドラ社の生地をふんだんに使っています。こちらもそうです、ね。これもそうなの？はい。裏と表と違いまして、全然分かんなかった。そうなんです。こういうスツールに置いたりですとか、畳の上に置いてもすごい馴染みます。ペタってなるから。ペタってなるとすごいお花のふわって感じが見えるので、とっても素敵です。確かに。あれこれはこれもクッション？そうです。クッション。へえ、バッグみたいですよねこれ。皆さん最初バッグでなんか思われるんですけど、なんかこれ持って通勤して欲しいっていう。こういうことですか？会社で使ってね。こういう感じですわ。そうです。そう、最後はあけっぴちゃんの見たことない扉を開いてほしいなというところでスタイリングお願いします。ありがとうございます。はい、できました。完成しました。おお、これは上からシャトーオーランドです。シャトーオーランドです。はい、パジャマシャツになります。で、皆さん気になってると思うんですけど、いやめちゃめちゃ長いです足。ねえ、どうしたん？加工したかくらいに長くなってますけれども、すっごい長いです。結構ハイウエストなパンツってことですか？そうなんです。トラウザーズの形で結構ハイウエストの、おじさんが本当に履くような昔のスタイルの、はい、トラウザーズデニムになります。でも形綺麗だね。形綺麗ですね。この馬がキャワ出すとなんか見やすくなった。でもちょっといつものあけっぴにはないちょっと可愛いテイストみたいなのが入ってるなと思います。これはこれで似合ってるよ。可愛いよ。ありがとうございます。京都は新しい扉をたくさん開かせてくれますね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。面白かった。こちらこそね。いや、なんかすごい勉強にもなったし、熱量を感じました。その服好きっていうのと、ちゃんとデザイナーさんの気持ちを届けたいっていうすごい考えが伝わってきたから、すごい胸熱でした。いや、嬉しいです。次にこつさんが何をピックアップするかちょっと気になりますよね。そうですね。実は前回のパリでちょっと新しいブランド2つ出会いまして、ストリートっぽい感じと、あともうちょっと可愛らしい感じと2つ挑戦してみたいと思っています。楽しみ。いつ頃入るのそれは？次の年明けですかね。SS から入ります。もしかしてみことちゃんの見てる目が次かもしれないしね。そうですね。発掘者でかもしれない。その本当セレクトショップ各あるべしの発掘者ですよ。あと個人的には2番目のルックすごい好きでした。やったー。そのナイロンは何みたいな、大丈夫かしらみたいな、すごい大丈夫かな思いましたね。あれ好きでした。はい、いろいろ見させてもらったんですけど、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか？もしくはどのスタイリングが気になったか、ぜひぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。